ピンポンパンポーン。動画内の情報は正確性や安全性を保証するものではありません。作業は自己責任でお願いします。動画内の情報で被ったいかなる損害に関しても当方では一切の責任を負いかねます。バイク乗るナビ。バイク乗るナビのナビちゃんです。今回は動かなくなった中古のヤマハジョグを譲ってもらったので、ちゃんと走れるように各部分を整備していこうと思います。この動画ではジョグのバッテリー交換方法をご紹介しますよ。できるだけ初心者の方でも分かりやすいように解説しますので、ぜひ最後まで見てくださいね。バイク乗るナビはバイクを買うとき、乗り換える時のための情報やバイクの整備、カスタム、ツーリングなどバイクに乗るための情報をご案内します。バイク好きの方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない人はチャンネル登録と通知設定もぜひお願いします。今回譲ってもらったジョグは1年ほど放置されていたそうで、完全にバッテリーが上がっています。メインキーをオンにしても反応がありません。ジョグにはキックペダルがついていますが、完全にバッテリーが上がった状態ではエンジンはかかりません。バッテリーは上がった状態で放置されると劣化してしまい、使い物にならないことが多いので、新品バッテリーに交換します。社外品のバッテリーは適合をよく確認して選びましょうね。バッテリーはステップボードの下にありますので、ステップボードのスクリューを2本外します。スクリューはトルクスという星型の特殊な形状になっています。トルクス工具は L 字のものやソケットのものなどいろいろありますが、 T25 というサイズがあれば安価なセット工具で大丈夫です。カバーの先に切り欠きがあるので、マイナスドライバーなどで軽く持ち上げましょう。カバーは持ち上がったら簡単に外れます。中にはバッテリーカバーがありますので、クリップの部分をつまんで外します。プラスドライバーを使ってバッテリー端子を外します。ショート事故を防ぐためマイナス端子から外しましょう。プラスの端子側には白い粉がついて固まっていますね。エンジンをかけずにバッテリーが充電されない状況が長く続くと、漏れ出したバッテリー液やガスが端子の金属と反応してサルフェーションという結晶化現象が起こります。白い粉の正体は硫酸鉛というもので、人体に対して毒性のある物質ですので、これがある場合は手袋やマスク、防護メガネを着用して作業しましょう。端子についた結晶は真鍮ブラシで除去します。落ちた硫酸鉛の粉や砂ぼこりは水をかけて洗い流したいところですが、配線がたくさんあり拭き取りが難しそうな部分なので、スプレータイプの洗浄剤がおすすめです。私はソフクリーンというスプレーを使っています。ワックス成分が入っていないので、ヘルメットシールドやスクリーン、シートのメンテナンスにもおすすめですよ。配線をまとめて収めておきましょう。新しいバッテリーを取り付けます。取り付けるときはプラス端子から取り付けます。バッテリーカバーを忘れずに戻しましょう。クリップに穴を通すだけです。ステップボードを締めます。軽く叩いて締めますが、締まりにくい時は配線などが挟まっていないか確認しましょう。最後にスクリュー2本を締めて完成です。
いかがだったでしょうか。今回はヤマハジョグのバッテリー交換方法をご紹介しました。難しい作業ではないと思うので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も整備やカスタムを紹介していきたいと思いますので、この動画が面白かった、役に立ったという人はグッドボタンとチャンネル登録で応援してくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイク乗るナビのナビちゃんでした。